ご視聴ありがとうございます。今回は本格派の LRT の全貌に迫ります。日本の先を行く路線とシステム、そして将来への計画をまとめて解説します。延伸が難航している意外な理由にも注目です。今回ご紹介する路線は台湾の首都台北にあります。私が今乗っているのは台北を走る地下鉄台北メトロの列車です。この路線は赤いラインカラーが特徴の淡水新義線。台湾中心部をおおむね南東から北西に走る路線で、地下鉄ではあるものの、路線の3分の2ほどの区間が地上または高架を走ります。路線の端の方では、台湾三大河川の一つ、淡水河と並行する場所もあります。この川は台湾で3番目の流域面積を誇り、水上バスも多く運行されています。次の駅が終点の淡水駅の一つ手前にある高樹林駅です。ホームに降ります。台北メトロの高樹林駅はホームが上下線を挟むシンプルな構造です。この駅は地上にあり、改札からは1番線に直接入ることができます。この1番線の前寄りに今回乗る路線への乗り換え改札があります。京畿というのは LRT のことで、淡海ライトレールという路線名です。乗り換え改札は階段エスカレーターを上がった先にあります。かつては先ほどのカットにあった台北メトロの改札を出る必要があったのですが、後から乗り換え専用の動線が整備され、より便利になりました。後付けだけあって、元からあった場所とは見た目が全く違います。台北メトロの改札を抜け、淡海ライトレールの乗り場に向かいます。ホームはエスカレーターを上がった先にあります。その正面には赤と青で区別されたお知らせ看板、左にはもう一つの看板があります。その奥に IC カードなどに対応した簡易改札機が。これらは入場用で、さらに奥には出場用の赤いやつがあります。そしてこのラインは、これより先は飲食が禁止であることを示す線です。そしてやはり、施設のインパクトが大きいですね。ここはおおむね地上3階にあり、車両の後ろには淡水河沿いの景色がバッチリ見えます。さらにこの奥では、軌道が上り勾配で高さを上げています。高架橋の下のスペースの大きさから迫力が感じられますね。車両に乗ります。ドアはボタンで開けられる方式です。ただし、車内に閉じるボタンはなく、しばらくすると自動で閉まります。いよいよ発車です。駅を出てすぐに右側の線路に移るため、速度はまだ出ないです。ここから先に行く前に、淡海ライトレールの概要と特徴をおさらいです。この路線は2つの路線で構成され、総延長はおよそ14キロあります。路線名は山と海をモチーフにしたもので、特定の地名が由来ではありません。当初、台北メトロの淡水駅方面へのルートも計画にありましたが、今のルートが優先整備区間とされ、2018年12月に緑山線が開業。その後、2020年11月に残りの区間のプレ開業し、12月15日に正式開業したことで、今の路線が出来上がっています。路線の目的は、ニュータウンのアクセス改善と、淡水区市街地の回遊性向上、そして一帯の渋滞解消です。路線は2つあるものの、高樹林駅まで直通するのが基本です。高樹林駅のホームの手前にあったのは、行き先によって乗り場が違うことを示す看板であり、奥をよく見ると、番線案内の表示内容も片方の路線の駅だけです。平日はおおむね20分間隔で、2つの系統が重なる区間では10分間隔になります。運賃は片道20から30ニュー台湾ドルで、50ニュー台湾ドルの1日乗車券もあります。1ニュー台湾ドルはおよそ 4.7 円なので、230円余りで乗り放題です。台北メトロとは運営主体が異なるため運賃は通算されませんが、IC カードを利用した場合に限り、8ニュー台湾ドルの乗り継ぎ割引があります。そしてこの路線の特徴が、高樹林駅から延々と続く高架線。5キロ余りにわたって続き、路線の3分の1強を占めています。これは、この区間の下の道路がおよそ30キロ北にある原発の避難経路だからです。軌道が道路上を通る併用軌道にすると、車線が減って渋滞しやすくなるため、
すべて高架線にしているというわけです。これは災害リスクを考慮した方策ですが、普段でも渋滞緩和や事故リスクの低下に役立っています。淡海ライトレールは2015年10月に運行を開始した高尾ライトレールに次ぐものです。高尾ライトレールは台湾南部にある都市高尾で運行されている LRT で、今年1月に最後の区間が開業し、当初計画されていた環状線が全線開通しています。基本的に全線が地上にあり、高架線は運河沿いの区間などごく一部に限られます。なお、これらの路線は直線距離で300キロ余り離れていますが、淡海ライトレールの建設と運営には、高尾ライトレールと同じグループの企業が関わっています。そしてこれらのライトレールは、LRT と呼ばれる交通機関の一つです。旧来型の路面電車とは異なり、段差のない低床式車両や駅施設で、バリアフリーに対応します。また、両社の駅には IC カードリーダーなどがあり、基本的に運賃精算は駅で行います。現金を使う場合は、駅の券売機で事前に乗車券を買う必要があります。なお、車内での運賃のやり取りはありません。日本では、昨年8月に栃木県で LRT が開業しましたが、こちらは基本的に運賃の支払いを車内で行います。IC カードの場合、すべてのドアから乗り降りできる信用乗車方式が適用されていますが、旧来型の路面電車の考え方から抜けきれてはいないです。これに対し、台湾では過去に路面電車が存在した時代がないそうで、ゼロベースの先進的な仕組みが採用されています。車両も車両で特徴満載なのですが、それは迫力満点の映像と合わせ、後ほど解説します。高架区間では、ラダー軌道と呼ばれる構造が採用されています。枕木に当たるコンクリートをレールと平行に敷き、左右をパイプでつなぐものです。見た目がはしごのようなのでラダー軌道と呼ばれますが、淡海ライトレールでは左右それぞれが路盤に直付けです。砂利を敷いたバラスト軌道より騒音が低減されるほか、メンテナンスも楽です。軌道の両側にはマンションが立ち、効果は抜群です。沿線のニュータウンへの交通アクセス確保もこの路線の目的ですが、この辺りはニュータウンのエリア外なのか、のどかな雰囲気です。高樹林から数分でこの景色です。道路の上にある軌道が部分的に左にずれます。ここは地表が谷になっており、道路は普通の橋で渡っています。LRT が道路の上を通ると橋の構造が複雑になるため、こうした線形になっています。のどかな風景の中にある高架駅。なかなかミスマッチな光景です。そしてこちら側のホームには、改札などにつながる階段がありません。淡海ライトレールの高架駅は、高樹林駅を除き、線路の両側にホームがあります。2つのホームは構内踏切でつながっており、その横に伸びた通路を経由して地上とを行き来します。日本の高架鉄道では、地上、改札階、ホームの3階建てになるのが一般的ですが、これなら地上とホームの2階建てにでき、構造が簡単な分建設費も抑えられます。一般の鉄道だと安全面の懸念が大きいですが、LRT ならではといったやり方です。ここで軌道は90度向きを変え、西へと向かいます。再び高層マンションが増えてきました。この次が、淡水行政センター駅。周辺にはまだまだ空き地が多いですが、建物の建設計画があるのか、看板が立っている土地もあります。そしてこの駅を出てしばらくの場所で、軌道は地上に降ります。道路の真ん中を走るものの、軌道と車道は縁石で仕切られ、車が物理的に入れないようになっています。既存の道路に軌道を通す場合、ここまで区切れないケースがありますが、この辺りは土地に余裕があったため、両者を分離できています。また、架線は軌道の間にある架線柱から吊るされているほか、軌道の周りもバッチリ緑化されており、景観への配慮も欠かさないです。この辺りの駅の間隔は、およそ500メートルから700メートル。LRT とはいえちょっと長めに取ることで、速達性にも配慮されています。ゆっくり走っているように思えますが、前方の信号が切り替わると速度が上がります。列車の接近に応じて信号を切り替えるシステムが導入されているのでしょうか。この次の駅が、浜海サロン駅。浜海寺とサロン寺という
2つの大通りの交差点の東側にある駅です。この駅で緑山線と蘭海線に分岐します。右に曲がるのが緑山線、直進するのが蘭海線です。路線図がこちら。右に曲がる緑山線が直線になっているところに路線名が反映されています。また、駅ナンバリングも緑山線が通しで、蘭海線は数字が飛びます。台北メトロの淡水駅に併設される駅が V21 で、そこから順に数字が増えていく想定だからです。駅の屋根は軌道の外側の柱で支えられ、ホームには柱がありません。これは始発の高樹林駅も同じです。高樹林行きの列車が到着です。淡海ライトレールの車両は全てこの形式で統一されています。1000番台の数字があるため形式名も1000系っぽいですが、正式な名称はないそうです。そして今、走行中にパンタグラフが上がったのにお気づきでしょうか。逆方向の列車では、駅に到着してすぐ、パンタグラフが降ります。この先の交差点は、道路幅が50メートル近くあり、軌道の分岐部分なども含めると、今列車が走っているところは120メートル余りあります。軌道の間に架線柱を立てるわけにはいかず、かといって周囲からワイヤーを張って架線を支えるわけにもいきません。そのため大きな交差点には架線を張らず、蓄電池で走行する仕組みです。この車両は5両編成で、両端と中央の車両だけに台車があり、それ以外の2両は両側の車両で支えられています。蓄電池はこの2両に乗せられており、機器類が分散されています。ドアは片側4箇所で、真ん中寄りの2箇所のそばに車椅子スペースがあるため、車椅子マークがあります。日本の路面電車よりも大型に見えるのは、気のせいではありません。日本の路面電車は軌道法という法律の制限を受けており、編成の長さが原則30メートル以内に制限されます。一方、淡海ライトレールの車両は全長 34.45 メートルで、国内の路面電車より長いです。定員は265人と、昨年開業した宇都宮のライトラインの160人より多いです。ただし、編成全体の長さが5メートルほどしか違わないので、そもそも定員の考え方に差がある可能性が高いです。車内の様子がこちら。台湾の鉄道でよく見られる FRP、繊維強化プラスチック製の座席ではなく、当初は人工比較の座席でした。これは、冬場は気温が低く、FRP だと乗客が不快に感じることへの配慮でした。ところが、乗客の持ち物で傷がついてしまい、開業数ヶ月で大量に交換することになりました。19年5月頃に納入された編成から座面が FRP になり、他の編成も順次交換されます。運転台の様子がこちら。先頭には貫通扉がないので、幅いっぱいに機器類が並びます。いろいろ機能があるモニターを見ると、ワクワク感が高まります。車内で運賃のやり取りをしないこともあり、運転台と客室はドアで仕切られています。淡海ライトレールの車両は、台湾の車両メーカーである台湾車両が製造しています。台湾車両ではこれまで海外勢の力を多く借りており、外国製の部品を輸入して台湾で組み立てるノックダウン生産を手掛けていたのに対し、この車両は台湾で全数生産しているのが特徴です。そういえばこの車両、交差点を曲がるときにウインカーがつきます。そして、中にはこんな車両もあります。これは、海外でも有名な台湾の絵本作家が担当した路線全体のパブリックアートです。駅名看板にもキャラが描かれていたり、駅にもキャラの人形があります。緑山線に突撃です。右側通行の上に右カーブなので、前方の車両が窓越しによく見えます。私が最初に乗っていた蘭海線方面への列車は、乗客が多くて車内が賑やかでしたが、この列車の車内はガラガラです。このカーブを抜けると、爆音モーターの音を響かせて一気に加速します。この道路も、軌道と車線が明確に区切られています。沿線の建物は結構遠く、まだまだ開発途上なのがわかります。路線バスも並走しており、頻繁に出くわす場面があります。ちなみに車両の窓は固定式で、緊急時に窓を壊せるハンマーがあります。窓ガラスの目印に当てれば結構簡単に壊せるようで、非力な人でも安心です。
南海線との分岐駅から2駅で終点に到着です。西側にはマンションがあるものの、東側は草地が広がっており、やはり開発途上です。ただしこの先には、淡海ライトレール唯一の車庫があります。職員のものと思われる車が止まっているほか、右奥にはハザードランプを点滅させている車両もあります。平日朝ラッシュにババッと本数が増えるのは、そうした事情もありそうです。緑山線との分岐から、今度は蘭海線に乗ります。直進とはいえ、蓄電池では出せる速度が限られるのか、かなりゆっくり走ります。線路が交わる場所では、結構ビリビリ揺れます。そしてここ、普段は乗客を乗せた列車が走らない、画面奥と左をつなぐ線路もあり、デルタ線を構成しています。次の駅を出ると、バリケードで封鎖された道路が、森だった場所を切り崩して開発した場所で、街が広がる最中というわけです。その先で軌道は一気に向きを変え、道路の外に出ます。川を渡るために高架橋になり、川の途中に橋脚を立てるのを避けるため、アーチ橋と呼ばれる構造の橋になっています。これは、両端の橋脚の間にアーチを張り、そこから下ろしたケーブルで荷重を支えるものです。車内からは見えませんが、橋の横には歩道もあり、歩いて渡れます。高架橋を降りて最初の駅を過ぎると、再び併用軌道に入ります。軌道と車道は縁石で区別されていますが、車道は狭く、沿線の街並みも大きく変わります。500メートル余りで軌道が分岐します。直進する軌道がある道路が淡水エリアの主要道路の一つで、台北メトロの淡水駅につながっています。この先の路線計画が固まっていないこともあって直進側には車両が通らず、レールもサビサビ。終点は右に曲がった先にあります。専用軌道に入ってすぐに上下線をつなぐポイントがあり、終点の淡水魚人的駅に到着です。的とは、不当とほぼ同じ意味合いの言葉です。結構日が傾いており、ホームに夕日が差します。車椅子の乗客が列をなし、バリアフリー対応が遺憾なく発揮されます。なお、観光名所として知られるエリアはここから500メートルほど離れています。19世紀後半には、淡水港は台湾最大の港として大きな役目を果たしましたが、1900年頃から河口に砂が堆積するようになり、大型船舶が停泊できなくなりました。そのため、台北の北東にあるキールンに新たな港が設けられ、役目はそちらに移りました。歴史的観光資源を多数持つ淡水は、次第に観光地へと姿を変えていきます。今の台北メトロ淡水新義線の開通でアクセスが大幅に向上してからは、台北から割と近い観光地として栄えるようになりました。港の岸壁からは、台湾でも有名な淡水の夕日を見ることができます。そしてこの淡水に、新たな変化が近づこうとしています。淡水河の河口では、炭鉱大橋の建設工事が進んでいます。これは長さ920メートルの巨大な橋で、アプローチ部分も含めた工事が絶賛進行中です。路面のうち、中央の幅8メートルは LRT のために用意され、開業まではバス専用レーンになる予定です。ここを通る LRT は、長さ 5.6 キロの計画で、7つの駅が設けられる予定です。また、緑山線の延伸計画もあり、今は乗客の少ない末端区間が大化けする可能性もあります。一方、蘭海線の延伸計画は、なかなか前進しない状況です。市街地の道路は幅が狭く、単線にしても道路への影響が大きいため、地元の理解を得るのが難しい状況です。また、沿線に重要な湿地帯があり、環境アセスメントを重ねているのも理由です。高樹林とはもともと普通名詞であり、熱帯の河口付近で潮の満ち引きの影響を受けるところに生じる特殊な植物などを意味する言葉です。検討課題も多く一筋縄ではいかないですが、平日の夕方には結構混雑し、地元の人たちにも活用されているだけに、無事路線が延伸され、沿線の発展が進むといいですね。ご視聴ありがとうございました。